どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回 Apple Watch じゃなくて、Apple Pencil のですね、新型が発表されましたので、そちらについて見ていきたいかなと思います。思ったやつと違ったんだけど、想定していたものとは違ったんですけども、どこら辺が違うのかのところですね。イレギュラーな仕様になっているので、そこら辺の注意点、購入の際の注意点っていうところも見ていきたいかなと思います。あと他のこのペンシルね、おすすめなんじゃないかっていうところを見ていきたいと思いますので、チェックしていただければと思います。多分 iPad もしかしたら今夜あたり出るかもしれないので、そこらについてはね、以前動画でお話ししておりますので、ぜひチェックしてもらえればと思います。見ていきます。なんか、って感じな仕様なんですけど、昨晩ですね、これ17日により多くのバリューと選択肢をラインナップにもたらす新しい Apple Pencil を発表しました。見た目はですね、おそらく今までと同じかな。Apple Pencil の第2世代、同じだと思います。おそらく。よりお求めやすい新しい価格。価格がね、12,800円でしたかね。傾きの検知を備えた新しいApple Pencilなんですけど、USB-C ケーブルですね、使ってペアリングと充電。ケーブルです。これ後で詳しく見ますけど、今回なんで USB-C ポートっていうのが一番、新しい点なのかなと思います。なんで磁石でくっつけることができまして、今回 iPad10 世代に対応しました。なのでこんな感じでつけれると。正直この iPad10 世代用のペンな気がしますけど。で、これずらすと、ここが、良くなったのが、前の第一世代ってね、キャップだったんですけど、ここがカチッとね、これ磁石でカッて戻るらしいんですけど、USB-C ポートがここに内蔵されてるモデルになりました。これ充電とペアリングを行いますと。これちょっと英語なんで、このペンシルのページを見たいと思うんですが、これかな ?USB-C 第1世代もあるんですけども、今までのタイプはこの第2世代が今 19,800 円で、結構いい値段するんですけども、これが最上位モデルっていうのは変わってないですね。マットな仕上げ、ペアリングと充電もワイヤレスで。これ全部最上位モデルは変わってないです。iPad のね10世代は使えないですかね。USB-C 対応モデルは全部使えるかと思います。ポイント機能とかもですね、ちょっと浮かすとこうなんていうのかな。こういったポイント機能とかも、入ってますね。今回のモデルも入りましたけど、USB-C 今回はこちらですね。11月初旬発売か。で、12,880円というね、とも手に入れやすいっていうね、価格的には一番安くなったのかな。USB-C とマグネット、ペアリング充電が USB-C ケーブルですね。これね。マグネット、低レイテンシーって書いてあるんだけど、今回なんで iPad10 世代とかもね、対応しましたね。そこが違う点かな。あと細かく見ますけど、あとあるのは今度第1世代。で、ここがね、キャップ取るタイプでライトニングだったんですけど、これに改善されましたね。14,880円になったんですけど、ただね、ちょっと注意点があるんだよね。なんでこの古いモデルも使えます、第1世代は。ここに比較がね、ちょっと書いたんですけど、第2世代で真ん中が今回新しいモデルですね。ピクセルレベルの精密さ。描く精度、文字を書く精度とかは一緒で、低レイテンシーですね。書いてる時のこの追従スピードみたいな、書きやすさみたいなところも同じだと。で、傾きを検知するセンサーで、ちょっとこう斜めにしたらこうなんかボワッとするっていうんですか、普通の鉛筆みたいな感じでは一緒なんですけど、今回ですね、これがね、圧力感知のセンサーは省かれてます。ただなぜか第一世代にも入ってるのに、ちょっとこう強く、普通の鉛筆みたいにですね、強くめにタッチすると線が太くなるっていうね、圧力感知のセンサーは入ってないので、強く押しても特に何も変わんないと。これちょっとよくわかんない仕様になってるんですけど、で、マグネットで取り付けはできます。これなんで第2世代と同じですね。見た目も同じなんで、ただね、注意点がワイヤレスでのペアリングと充電っていうのはできません。なんでって感じなんだけど。くっつくんだけど、充電とかペアリングっていうのは特にされないと。本当になんでくっつくだけですね。ただなんかよくわかんないのが、さっき見てもらったポイント機能ですね。画面にこう浮いてる状態で触れる位置っていうね、さっき見たら見れるんですけど、これにはね、対応してるんですよ。なんかよくわかんないですよね。じゃあ圧力感知も対応してくれよって思うんだけどせめてここだけでも対応したらまだなんか良かったのかって気がするんですけど、で、あとはこのダブルタップでツール切り替えっていう感じですね。ポンポンって押すと、なんかペンの種類変わったりとかできるんですけど、それも対応してないって感じです。で、刻印サービスもなぜか対応してないっていうね。絶対できると思うんだけど感じで、なんかね、変な仕様になってるんですよね。なんで iPad 本当に10世代用の仕様になって
っているんですよね。まあこの圧力感知っていうのがまあ確かに普通にねペンっていうか字を書く方に関してはそんなに使わないから省かれたのかなっていうところなんですけども、まあ、USB-C アップルペンシル、まあ、アダプターはねこれ使わなくても良くなりましたね。はい、これ10世代か、まあ、10世代が対応したっていう感じなんで iPad10 世代用のペンなのかなっていういかがでしょうか。これコメントぜひいただければと思うんですけど、この辺がよくわかんないですよね。まあなんでこの68,800円か、まあ、もしかしたら11世代が出るかもしれないですけど、これ用のペンにはなってしまうのかなっていう感じですね。なんでおそらくまあその学生の方とかですね、まあ基本ペン字メモ書きとか、まあ、そういった面でライトユーザー向けなのかなと思います。まあ、見た目はただね同じ感じですけど、まあ、一応 USB-C ケーブルで使えますよっていう、まあ、多分こんな感じですよね。よくわかんないけどなっていう仕様になってます。ただその割にはちょっと値段が高いかなっていうのは正直な感想ですね。第一世代の方がまあさっき言ったね傾き検知圧力検知ができるので、なんかねどっち買えばいいのみたいな仕様になってますね。ということで、じゃあ他にちょっとおすすめのペンがねありますんで、それを見たいかなと思います。とりあえず10世代も使えるやつで言うと、これロジクールの多分最初に大体調べるとね、このクレヨンですかねいうやつが、2018年以降の iPad シリーズ対応してるんで、これiPad10 世代も対応してます。Apple Store でもね確か扱われてたと思うんで、この Apple Pencil テクノロジーっていうのが入ってるので書き心地とかはね特にそんなに変わらないのかなと思いますし、反応とか遅延とか、そこに関しては問題ないかな。はい、でペアリングもこちら不要で電源入れたらそのまま使えますね。で傾き検知入ってます。線の太さとかもね変えれますので、パームリジェクションはね大体入ってるかな。で USB-C です。ライトニングモデルも一応ありますけど、インジケーター、ただちょっと高いかなっていうのでこれが最初のどうですかね選択肢にはなるのかなと思いますけど、10世代でね、ロジクールの、こういったキートラックパッドとかもねめちゃめちゃいいんですけど、20g で、完全に Apple Pencil と同じような感じですよね。ロジクールのここら辺のやつねめちゃめちゃ使いやすいんですよね。正直ね純正にほぼ近い感じで、ただね安いタイプをね普通にね結構使えるんですよね。でこのメタペンってやつもこれショートカットとかね入れれるんですけど、傾き検知とかここにねボタンがあってこれで起動するんですけど、パームリジェクトはね別に大丈夫。腕をねこう触っててもこっちを検知しないっていうやつなんですけど、それ大体入ってるからね。これねいいのが電池の使用量こう見れたりとか、ショートカット1回クリック2回クリックとかでさっきのツールね切り替えみたいなもうできます。ただちょっと対応アプリがねによるんですけど、電源オンオフで USB-C ですね、こちらもね挿すタイプで傾き検知とか傾斜とかこれいけるのかなわかんないですけど、はい、でこれね iPad10 世代も、対応しているので、古い iPad でも使えるんですよね。磁気吸着はもうそもそもないからあれなんですけど、10世代ほぼ古い iPadも使えるので、もちろん新しいのもいけるんで、だいたい割といけますね。 iPad6 世代からいけるんでダブル吸着、充電はねただこれではできないかなっていう感じで、メタペンでも全然良さそうなアプリ付きってなんだそんなんあんだかなって思うんですけど、正直ね普通に書くぐらいだったら、この USG モビーみたいなやつもでもいいかなと思いますよね。ペン先が確かこっちは変えれるのかな。木味にこだわるiPad Pencil、これも磁力でくっつくタイプで、これもあれだね、さっきのクレヨンみたいなデザインですけど、これでインジケーターでわかるのと、ボタンでペン先が確か変えれるはず。軽いそうなんだ、13g なんで、こっちね純正より軽いっていうのはいいと思いますね。20g なんで普通のやつは。はい、でこれも確か10世代使えたはずですね。iPad6 から、さっきと多分同じだと思いますけど、これはでもデザインとかで選んじゃっていい気がするけどね。iPad Pencil の2世代の代わりみたいな、こっちはなんで10世代は使えないんですけど、これよくあるこのグッジュドみたいなやつですね。くっつくタイプでペン先も変えれますね。確か純正のも変えれた気がしますけどね。でこれ違うのがやっぱワイヤレス充電できるんですよね。でペアリング Bluetooth ペアリングだけで吸着し、ワイヤレス充電がここでできるっていうのがこれねやっぱ便利なんですよね。パームリジェクションはいいとして、傾き検知とかね、書き心地はそんな正直変わんないです。もちろん純正の方がいいけど、はい、そうそう Apple Pencil 1、2とねそうなんですよ、ペン先変えれるんですよ。で充電量も見え
て、小技とかあるね。いわゆるスクショか。なんかちょっとこのショートカットみたいなね、左から中央にこうヒュッて書くとスクショできたりとか、意外とこういうのあるっていう。まだ10世代は対応してないかな。USB-C のモデルに全部対応してるはずだと思います。2018年以降の。これでも割と全然使えると思いますけどね。使いやすいというか。ちゃんとガチで使う人はね、それは iPad じゃない、Apple Pencil 第2世代がいいと思うんですけど、トーチってやつもね、これ平岡さんが紹介してたような気がしますが、これもバッテリー持ちというか、これか、ペアリングとかね、残量表示もできて、これで充電もできます。Apple Pencilと互換性もあるペン先で、基本一緒かな。でも16ぐらいまでだから軽いな。マット仕上げで、なんかもうこれで良さそうだけどな。パワームリジェクション、傾き検知、極小の、そうなんだね。ちょっとペン先変えるとまたね、変わるんですよね。なんかブラックもあるしね、かっこいいな、ブラック。なんかもうこれでいい気がしてきたな。第2世代とかね、比較使いたいんだったらこの2つなのかなっていう気はしますね。10世代用だったら、さっきのね、メタペンとかあたりでいい気がしますけどね、正直ね。純正以外だったら。で、今日なんかたまたまアンカーのこう USB-C ケーブルが出てたので、よかったらチェックしてみてください。なんかナイロン製で、なんか安いんだよね、結構。なんか良さげなんで、よかったら見てみてください。iPad とか充電できそうなんで、今日もしかしたらね iPad 出るかもしれないんですが、それに関しては昨日ね、こちらの iPad2023 という感じで全部ねちょっと調べてますんで、どういうのがとか、あとこの Apple イベントのところでちょっとこの機能的な部分ですね、しっかり解説しております。今後 iPad どういうのが出てくるのかなみたいなとか、iPhone 15のですねこのアクセサリー類とか、15のこれ無印のね安いモデルとか、プロモデルだったりとか、ピクセルとかも出ましたしね、最近。あとこの割れたやつとかはい。設定とかもね、これ iPad とかもやりたいですけどね、感じで結構いろいろありますので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい。で、iPad mini も、これありますんで、出るかもしれないですね。でございました。あとコミュニティ欄でいろいろね、共有していきますので、今日ちょっと出るんじゃねえとかね、ちょっとまだペンシル出してないですけど、はい。お得情報とかも起きますんで、チェックしていただければなと思います。はい。で、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。ちょっとペンシルはやっぱりあれかな、第3世代はあれですね、多分iPad Pro と一緒に出るんだろうな。iPad 欲しいな。